中年オタッキーです。秋が深まってまいりました。この動画がリリースされる頃にはかなり涼しくなっていると思われますが、実はね、まだ暑いです。今、撮影時点ではね。まあ、秋が深まるとね、撮影する被写体が増えるということになっていきますけども、カラーネガフィルムがね、仕入れれない現在、結構カラーで撮るのはきつくなりますね。まあ、紅葉とかね、コスモスとか、秋はね、色がある被写体が多いのですが、苦しい状況になっております。まあ、デジタルで撮ればいいやっていうことなんですけどもね、フィルムカメラ、フィルム写真をメインにしている、オタッキーのチャンネルはちょっと元気がなくなりつつあります。まあ、その中でもね、コダック WX のフィルムを400フィート新たに追加購入しました。先日のライブでね、あまりっていうか全然売れてないっていうことを伝えましたらね、買いますっていうね、購入希望者がちょっと来ていただいたので、なんとかね、次の400フィート購入することができました。値上がりする前、いつ値上がりするかわかんないんですけど、値上がりする前にね、できるだけ多くね、たくさんの方に、提供したいなと思っているところであります。まあ、今日はね、そんなわけで WX のネタになっていきます。はい、カメラはね、このカメラ、ニコン F5 ですね。水牛車さんにいただいたこのニコン F5。まあ露出が正確ということでね、コダックの WX をね、6400に増刊して、撮影した、結果がどうなるかっていうのをね、ちょっとやっていこうと思います。果たしてまともな写真になったのか、どのぐらいの現像時間が必要か、まあその辺をやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい。以前からね、動画に出てきておるコダックの WX なんですけどね、購入希望の方はね、中年オタッキー3、ツイッターアカウントの中年オタッキー3からね、購入に進むことができますので、欲しいっていう方はぜひね、ツイッターのアカウントから覗いてください。あと、ヤフオクとね、メルカリでも一応出品してますが、手数料を取られてしまうので、ちょっと割高になります。できるだけ安くということでね、ツイッター越しで販売しておりますね。YouTube でね、販売するのもあるんですけど、YouTube が一番手数料が高くて、ちょっと、割に合わないっていうかね、こんなに手数料取られたら普通のフィルムに高くなっちゃうということで、YouTube での販売は、控えております。まあ、本当はダメなんですけどね。で、そんなわけで今回ね、ニコン F5 にね、装填してね、撮影してきたんですけどね、ニコン F5 はね、フィルム感度の設定が ISO6400 まで、最大6400まで設定できますので、6400に設定しても、プログラムモードで適当に撮ってきました。結構ね、ニコン F5 完全信頼という形だったんですけども、まあ、夜でもね、比較的ピントがあってね、F5 さすがだなというね、印象でした。まあ、レンズが明るいのもあるんですけどね、トキナーのね、TX Pro F2.8、2870の F2.8、まあ、第3元レンズをね、使用して、撮影してきました。でね、フィルムの現像時間なんですけどね、まあ、SPD50% 希釈ではどうやらきついということで、SPD 原液を使用して、26度27分。いう現像時間でね、まあ現像してきたんですけどもね、ここからはね、作例になっていくんですが、まあね、ちょっときつかったかなと。6400はもしかしたらちょっときつかったんじゃないかなということでね、今回の、作例を見ていただこうと思います。はい、作例になってまいりますけど、まずは日中写真からです。もう、これは明らかにね、アンダーになっているのがわかると思いますね。プラス1段、2段ぐらい、アンダーですけど、まあ、プラス1段ぐらいはアンダーになってるかなと思いますね。まあ、これはこれで面白い写真にはなってるんですけど、まあ、それが趣旨ではないんでね。アンダー写真を撮るために増刊現像してるわけではないんで、こちらは屋内になりますが、やはりアンダー写真になっておりますね。まあ、こちらは屋外ですけども、完全にアンダー写真になっていると思います。
で、こちらは夜ですが、もうね、よくわからないくらいアンダーになってるのがわかりますね。やはりね、現像時間を伸ばしてもね、6400には届かないかなという。この写真はね、結構雰囲気があって、好きではありますが、趣旨からは外れますよね。こちらもそうですが、やはりね、デジタルとかでね、6400で撮ったものに比べれば、かなりアンダーになっていてね、写真が、出来上がっていないのがよくわかると思います。でね、ドリームロコモーティブ様もね、結構ずっと前からチャレンジしていただいてね、一応ドリームロコモーティブ様の作例も紹介していこうと思います。はい、こちらはね、オタッキーが撮ったものよりはかなり好印象の作例が多くなりますが、それでもやはりアンダーですね。全体的にアンダーな写真になる。これ最後の写真だけはね、日中写真になってますが、これもアンダーになっていると思います。WX で6400はちょっときついかなと。3200まではね、結構ね、画像が出るんですけども、6400になった途端にね、感度が伸びなくなるようで、いくら現像時間を伸ばしてもダメみたいです。トライ X だとね、結構6400増刊現像ぐらいは、例があるんじゃないかなと思うので、今度トライ X でもね、チャレンジしてみようかなとは思いますが、モノクロ写真でね、夜の写真って結構いいんでね、増刊現像でね、いい感じにできないかなと思ったんですが、WX ではきつい感じだと思いますね。400で撮った写真なんか全く違和感なくね、トライ X のね、代用ができる、WX ではありますが、高感度域ではちょっと伸びないかなというテスト結果になりました。今後もいろんなテストをね、WX で続けていくんですけどもね、高感度で使用するのを3200までに留めた方がいいよ、ということになります。いくら現像時間を伸ばしても無理なものは無理ということになりましたね。モノクロフィルムでね、現状発売されているフィルムでイルフォードデルタ3200というフィルムがマックスの感度になっていきます。3200、最初から3200ということで、流浄感もなかなかではあるんですがね、今のところ高感度で撮りたい人はデルタ3200一択になっていくのかなと思いますね。オタッキーもね、購入して使ってみなければいけないのですがね、デルタ3200まだ購入したことがないんだな。そのうちね、使ってみようと思います。現像液を変えたりしてもどうかなと思うんですけども、SPD50% 希釈は D76 ストックと同じ。ということはね、SPD50、原液 ?SPD の原液は D76 よりはるかに強い現像液ということで、現像液を変えて、WX をね、増刊現像するっていうのはもう相当きつくなると思うので、他の環境でもちょっときつくなるかもしれないですね。今回の動画はね、こんな感じでネタとしてはちょっと短くなるんですけども、残念賞という感じになりますね。他の感度ではね、素晴らしい写真が撮れる、コダック WX。オタック WX として発売しておりますがね、購入規模のことは1本880円で送料込み、3本セットからね、発売しておりますので、中年オタッキー3のツイッターアカウントの方に、お願いします。はい、そんなわけでね、今日ちょっと短い動画になりましたが、こんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日はトップバッターはサムライジャパンさんですね。少しずつ秋の色に変わってきている北海道です。2枚投稿します。1枚目のタイトルは10日後、ペンタックス MX FA リミテッド 43mm F1.9 でコダックカラープラス200で撮影。2枚目のタイトルは光探し、ペンタックス SP スーパータクマ 55mm F1.8 富士ネガカラー100で撮影。もうそろそろフィルムが底をつきそうですということでね、フィルムがね、販売されてないんで苦しい状況になっておりますが、作品なんですけど、1枚目、かなり好きな写真ですね。まだね、ちょっと色づいてるっていうぐらいのもみじなんですけどね、光を透かして透過光で撮っております。露出もバッチリ。
完璧な写真になっておりますね。2枚目の方はね、光を強く反射させた水面ですけどね、見事にゴーストがへんてこりんなゴーストが出ております。二次ゴーストに近いもの、虹ですね、これね。非常に美しい作品になっております。相変わらず光で遊んでいる侍ジャパンさん、見事でございます。投稿ありがとうございます。次は時神さんですね。時神です。お仕事お疲れ様です。先日好天だったのでフィルム撮影したものを3枚投稿いたします。タイトルは実りの秋近し、カメラペンタックス ME、レンズは S メッシペンタックス M50mmF1.4 単焦点です。フィルムはロモカラー100、ISO100 のネガフィルムです。絞り寄せモード F8 で撮影しました。撮影場所は大阪の住吉公園。このフィルム良いですね。いい感じで撮れました。ではまたよろしくお願いしますということですね。おたっきもね、以前、使用したネガカラーのね、ロモですけどもね、かなりね、独特な発色をするのがわかりますね。これ、コダックでね、作られているという話なんですけどもね、赤色は伸びますが、他は淡白という感じで、非常にエモい感じで映っておりますね。レンズのね、ボケもいい感じで、面白い色のフィルムですよね。面白い色に仕上がってると思います。ロモはね、実は現像や泣かせということをね、北村店長さんから聞いております。結構ね、フィルムベースが傷つきやすいらしいんですけどもね、特徴的な発色をするのは本当に面白いと思いますね。時亀さん投稿ありがとうございます。次は今井さんの投稿ですね。中年おたき様、今井です。先日の写真紹介ありがとうございました。引き続き投稿させていただきます。初めてのモノクロ写真です。とは言っても、カラーネガと同様に現像できるイルフォード XP2 スーパー 400C41 現像のモノクロフィルムですね。で、撮ったものです。タイトルは、窓が見せる風景です。3枚の首写真とさせていただきました。大阪梅田のスナップ写真です。当方としてはモノクロらしい写真が撮れたのではないかと思っています。カメラペンタックス SL、レンズはカールツアイスイエーナ、50mmF2.8 です。屋外で400のフィルムということで結構絞れたので、テッサーのキレのある写真が撮れたのではないかと思います。後になりましたが、いつも動画楽しく拝見させていただきております。今後も大変とは思いますが、楽しい配信期待しております。朝昼の寒暖差の大きい季節、お体に留意されて頑張ってくださいということでありがとうございます。3枚組写真1枚目からですが、このフィルムね、結構柔らかい調子で撮れるという有名ですが、まあ、その通り、なっておりますね。昔のカメラで撮るとね、露出の寛容性とかがね、重要になってくるんですが、非常にね、このフィルム、いいフィルム、そういう意味ではいいフィルムになっております。解像度ね、400とは思えない綺麗の良さで、これ2枚目の写真は非常に面白い仕上がりになっておりますね。3枚目はね、ちょっと柔らかい感じになりすぎて、若干アンダーだったかなっていうね、感じに仕上がっております。C41 現像のね、フィルムは大体アンダーになるとこんな感じに仕上がるんですけど、これはこれでなかなかいいと思いますね。ちょっと懐かしい調子に仕上がっております。組写真としてはね、窓ということで見事に成立しておりますね。今井さん投稿ありがとうございます。次はね、高滝さんの投稿ですね。タイトルはサビサビということです。中年オタッキーさん、皆様、こんにちは、こんばんは。初めての組写真2枚組です。サビでまとめてみました。ヤシのの写りがものすごく鮮明で驚いています。焦点距離の表記がセンチメートル表記ということも驚いております。手放さないレンズになりました。結構ね、古いカメラのレンズとかね、古いレンズは、センチメートル表示でね、ニッコールオートもね、2センチとか、5センチ F2 とかね、そういう表記になるものが多いですね。カメラ、富士カ ST801、レンズはヤシノン5センチ F2、フィルムは富士カラー100になっております。で、2枚組写真ということで、サビでまとめていることで、1枚目からね、もうこれね、光は特にないと思うんですがね、このレンズ、色再現能力が素晴らしいですね。富岡レンズということなんでね、ヤシノンレンズ、すごい写りになっております。2枚目はね、ちょっとだけオーバーになっておりますがね、錆びているホイール、年代物のホイールがね、非常にね、よく写っています。解像度もバッチリということで、いい感じに写っておりますね。富士カラー100ということでね、比較的淡白な色に映るんですけどもね、ここまで再現できたらいいんじゃないでしょうか。富士カラーらしい色が出ておりますね。高崎さんありがとうございます。次はね、ガメラさんの投稿ですね。
おたきさんこんばんは。作品投稿します。タイトル、ザ・大阪。使用機材、ペンタックス MZ5。SMC ペンタックス FA50mmF1.4。使用フィルムはコダックウルトラマックス400。夕暮れ近い時間の大阪心斎橋の中心です。大阪がギュッと詰まった感じが伝わればいいかなということで作品なんですけども、これはね、有名な場所ですね。道頓堀のね、商店街のね、一部になりますが、カニ道楽、ドーンとね、カニの模型が、見ており、食いだろうに人形はもうないんだったっけ？おたきもね、道頓堀は長いこと言ってないんですけど、本当にね、大阪のね、魅力が非常に詰まってて、構図も非常にいいですね。ちょっと上向きの、構図が非常に良いと思います。ガメラさん投稿ありがとうございます。で、タイトル画面なんですけどね、非常に迷いましたが、サムライジャパンさんの1枚目かな、そろそろ秋というのをね、バシッと切り取って表現しておられます。光がね、非常にいい感じでね、他の方もね、本当にいい作品ばっかりだったんですが、ちょっとサムライジャパンさんが抜けておりました。タイトル画面ゲットおめでとうございます。そんなわけでね、今日の動画実はここまでです。俺のカメラと、やったやっちまったコーナーはお休みになっております。やったやっちまったコーナーもね、こういうカメラを購入するのがちょっと難しい、状況になってきておりますので、このコーナー将来廃れていくのかなと思っています。俺のカメラはね、以前投稿したカメラでも OK なんですよ。かっこいい、アングルで撮れたり、かっこよくね、カメラを撮れた。また面白く撮れたとかいうのも全然ありです。タイトル画面目指して頑張ってください。ちょっとね、俺のカメラのコーナーがね、数回ね、途切れておりますので、ぜひ投稿をお願いします。今日の動画はね、こんな感じで終わっていくんですけど、実はね、次の動画のネタがちょっと困っています。どうしようかな。もしかしたらデジタルネタになっていくかもしれませんが、とにかく撮影時間がないし、撮影する環境、天気が悪かったりでちょっと苦しいことになっておりますね。何かしらネタを見つけてね、動画をアップしていきますので、また次の動画も視聴お願いします。でね、ここ最後になりますけど、高評価、コメントの方ね、ぜひぜひお願いしますね。コメントの方はね、ちょっと追いついていません。前週ね、すごく忙しかったんで、全部返せていませんが、一応ね、コメントがつきましたら全部返信する予定になっておりますので、何か感じたこととかありましたらコメントよろしくお願いします。高評価はね、ポチッと押すだけなんで、今すぐポチッとお願いしますね。チャンネル登録はね、一応ね、月60名ずつぐらい増えていっておりますので、こんな感じなんじゃないでしょうかね。フィルム写真をね、まだまだ元気にしたいと思っておりますので、主にね、フィルム写真の、フィルムカメラの情報を出していっておりますので、お気に入りの方はぜひぜひチャンネル登録。あとライブをね、頻繁にやっております。楽しいライブになっていると思いますんで、通知をオンで登録お願いしますね。はい、今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様、次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。